皆さんこんにちは。第2回目のですね、今回はWhy キャビンクルーということで、どうして私たちが客室乗務員になったのかという、その受験のきっかけでしたりとか、なる前に客室乗務員になる前に、私たちが客室乗務員に対してどんな、思いを持っていたのかとか、そういったようなことをお話ししていけたらいいなと思っています。はい。前回の動画でお話しした通り、私たちはですねこの客室乗務員になる前にいろいろな仕事を経験していてですね、で、そこからも分かるように実は私たちはそのちっちゃい時から客室乗務員になりたいと思っていたわけでは実はないんですね。じゃあ私からお話しさせてもらうと、私はもともと教員志望だったんですね。で英語自体も特別好きなわけでも、得意なわけでもありませんでした。で教員志望だったということもあって受験も教育学部を受けましたし、で教科も英語ではなくて自分が一番得意だったということで、国語を選択しました。で海外にも本当に興味がなくて、もう本当に地元で卒業してもう地元で学校の先生になるんだっていうもんだと思って、大学に入学したんですけれども、でも自分が海外に興味を持ったきっかけは大学3年生の時にバイト先の先輩と一緒にイタリアに海外旅行に行ったんですね。もうそこでもうパッと目が開けた感じがして、もうその海外の明るさとか気候もすごい良かったし、なんか海外のその明るさとかダイナミックさとか、なんかそういったものにもう全てにもうバーンと心が打たれて、もうバーンと、いやもう本当にそれくらい衝撃だったんですよ。なんかちょっと話それるんですけどなんか私身長が167あって結構身長が高い目なんですよ、日本人だとね。だからもうすごくそれがコンプレックスで、なんか日本人って結構ちっちゃい子とかね、やっぱ可愛いなって思うじゃないですか。だから小学生の時とかから結構黒板の上をねピョンピョンって黒板消しをジャンプして消すことが可愛いな羨ましいなとか思ってて、で結構コンプレックスだったんです、自分の身長がね。わかるよ。なんかでもなんかそのイタリアに行ってだから日本は繊細で小さくて繊細なものをなんかめでる文化があるなと思ってたんですけど、やっぱ海外ってすごいもうみんなダイナミックバンバンみたいな感じじゃない、なんかそれがなんかすごく肌に合ったというか、なんかわあすごいみたいな、ここは私が受け入れられる国だみたいな感じで思ったんですよね。であとはなんかなんだろうみんなほら売ってる人とかさ物売ってる人とかもさ、物買ってほしいからなんかハロービューティフルみたいな感じで言ってきて、すごいモテると錯覚しちゃったんですよ、自分が。そうだからみんな可愛いって言ってくれるから、私ってここだとこんなに受け入れられるのみたいな感じで、ちょっと調子に乗っちゃって、そんなようなこんなようないろいろあって、海外に興味を持ち始めたんですね。でそれで本当はなんか大学を留年して1年間バックパックで世界一周をしようと考えていたんですけれども、教員採用試験にご縁をいただいた合格したということもあって、志半ばで学校の先生になりました。それでもどうしてもやっぱ海外への自分の憧れというか惹かれる心をどうしても止めることができずに学校の先生を辞めてでシンガポールの方に渡航しました。なんかそういう感じでシンガポールで、海外のね世界一周をする資金を貯めて、あと留学経験もなかったので、少し海外経験をしてから、旅行に行った方がより豊かなものになるんじゃないかなと思ってシンガポールに行ったんですけれども、でもそんな折友達の方が友人の方からそんなになんか旅行好きなんだったら CA になればというふうに勧められて、それでもちろん自信もなかったんですけど、でも挑戦してみるだけなんかそれは損じゃないなと思って、ちょうどマレーシアの航空会社のウォークインのインタビューがありましたので、それを受験してご縁をいただいたという感じです。だからなんか本当に当時の私としては、すごく本当に志望動機って単純で、お給料をいただきながらいろんな国に足を運ぶことができるっていうのが、当時の私にとって最大のキャビンクルーの魅力だったなっていうふうに思います。じゃあさ、英語はそんなに得意じゃなかっ
たんよね。まあその特別得意なわけではなかった、じゃあシンガポールで英語の勉強をしたの？いやそれがなんかシンガポールもその日系の、うん飲食店で働いていたので、正直日本人とばっかり関わってたので、もう全然シンガポールでも英語伸びなくて、まあ面接対策とかはどうしたのかというと、たまたまその知り合いの人のお知り合いに、エミレーツ航空の、日本人第1期生の方がいらっしゃって、でその方を紹介していただいて、でその方にオンラインでインタビュー練習をね、なんだその英語はとか怒られながら怒られながら何回かインタビュー練習をしていただきました。はい。だから当時は本当にトイックも受けたことがなくて、そうなんだ。なんか本当にもう英語初心者もいいところという感じのスタートでした。なるほど。はい、そうでしたね。そうですね。はい、懐かしい。じゃあ沙織ちゃんは？母親が客室乗務員になりたくて、で夢が叶わなくて娘が生まれたらなってほしいなとは思っていたみたいなんですね。でだから子供の頃から英会話教室には、習い事として通わせてもらっていたので、学生時代も好きな科目は英語でした。でもかといって別に、客室乗務員にはなりたいわけではなかったです。客室乗務員になるきっかけとしては、イギリスのワーキングホリデーに行っていた時に、イギリスのワーキングホリデーって2年間のビザが下りるんですけど、それ以降延長もできないんですね。でまだ日本に帰りたくもないし、どうしようかなと思ってた時に、ドイツ人の友達がいろんな航空会社、ルフトハンザとか、いろいろ受けてて、でその子になんかあなたも日本に帰りたくないんだったらその客室乗務員受けたらって言われたのがきっかけで、その時ドバイの航空会社がちょうど応募してたので、それで、旅行も好きだし海外に住み続けられるし、なんかドバイかっこいいなみたいな感じでかっこいいよね。面接、に行ったら合格したので、それでドバイに引っ越しました。だから沙織ちゃんとしてはやっぱりこう海外に住めるっていうこととか、やっぱり旅行が好きだから、いろんなとこにお仕事で行けるっていうのがやっぱり魅力だった。そうですね。そうなんだ。じゃあインタビューはドバイに行ったんじゃなくてロンドンで受けたんだ。そう、その航空会社はドバイだったんだけど、いろんな国でインタビューを開催してて、当時私はロンドンに住んでたからそれでロンドンで受けました。なるほどなるほど。でもなんかそのイギリスに住んでてもやっぱりこう英語に自信がないとかあるんだね。英語使って働いてたけど、今ほどそんなに話せるわけでもなかったし、あとやっぱりヨーロッパの人たちってイギリス人以外の人ね、で母国語が英語じゃなくても、なんかすごい話すから間違ってても、確かになんかそれだとなんかやっぱり自分はそこまでなんか自信を持って話すことができなかったから、周りの人と比べてあんまりやっぱり英語に自信がないっていう気持ちがありました。確かに。でもじゃあ怖くなかった？そんななんか私はね、すごい中東の航空会社ってすごい英語力がないとなれないみたいなイメージなのね、私は。その怖くなかったの？ビザも切れちゃうからイギリスから出ていかないといけないし、でホテルの仕事にももうある程度満足してたから、ちょっと次のステップっていうか新しいことにチャレンジしたいっていう気持ちの方が大きかったから、怖いというよりももう今やるしかないみたいな気持ちでした。じゃあエアラインスクールにも通ってたわけじゃなかったんだ？通ってない、貧困だからそんな通うお金とかはなかったです。なるほどなるほど、はい、でもなんか今2人の話に共通してたのって、私ももちろん英語力なんてなんか自信もなんてあるわけもないみたいな感じの英語力だったし、でもやっぱりその勢いというか、でやっぱやってみようっていうそういう気持ちがやっぱ大事なんだよね、多分ね。そうだと思います。その航空会社 CA を目指してる人とかだといつでも応募があるわけじゃないから、そういうのもご縁だから、やっぱり応募が出てる時に、
こう応募しないとね、うんいやでも本当にそう、なんか私のそのインタビューしてくれた先生もそうやって言ってた。最初私その人に会って1週間後にそのマレーシアの航空会社のインタビューあるから受けなさいとか言われて、みたいな、絶対無理みたいな、1週間後が無理に決まってんじゃんみたいな感じで思ったけど、でもなんかどんどん受けていかなきゃダメって、どんどん受けて、でそれでやっぱり経験も積んで、なんか自分を分析してやっていかなきゃダメっていうふうに言われて、まあじゃあそれならはいって言って、受けたんだけど、やっぱりそういうふうにこうやっぱ勢いとね、そうだね、チャンスが来たら、乗っかるっていうかね、その全部プリペアしてから全部準備してからなんかこうやろうって思ってもなんか遅いっていうか、まあ見切り発車も時には大事なのかなっていうのをこうなんかこう思うなんか、次回の動画では実際に私たちが現役の客室乗務員として客室乗務員としての魅力についてお話ししたいと思います。はい、今日も動画を最後まで見てくれてありがとうございました。これからの励みにもなるのでぜひチャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。それではまた次回、バイバーイ。バイバーイ。